Hello guys, I'm Norihito Endo. I'm a sushi chef in Tokyo, Ebisu Endo. Today I'm gonna show you how to grill crunchy, juicy Japanese eel. And I'm gonna prepare subtitles, so please enjoy it. ということで今日はうなぎをやっていこうかなと思うんですけど、天然はねすごいこう見極め方はものすごく難しくて、うなぎ結構川にいるものって思ってる人がねすごい多いと思うんですけど、本当は、海の魚で川でも海でもいけるっていうのは正しいところですかね。で海うなぎもいるし川うなぎもいるしで湖にもいるしですごいねこういろんなところに住んでる分ねよりこう個体差も激しくて見極めるのがすごい難しい魚ではあります。で1個ね見極めやすいポイントとしてはこの色味として天然はね結構腹の色がね黄色みがかかったりとか白っぽい色になります。でもね養殖はね絶対こう背の色がね黒くなるんで、まずはそこが一つ天然と養殖の見分け方って感じですかね。で天然の色は本当に住む場所泥地とか砂地とか海とか非常に様々で色もねめちゃくちゃいっぱいあります。黄色い色もあるし青っぽい色もあるし、でただその生活地として小さいうちは比較的黒っぽいうなぎで黒子って呼ばれてて、成長する段階のは黄うなぎ、黄色いうなぎで黄うなぎって呼ばれてる。最後産卵に行く時は銀色に色を変えるんで銀うなぎって呼ばれてます。海と川の見分け方の一つポイントとしてこの口がね結構横のワイドに開くのカニ食いなんて言ったりして、それは実際ねカニを食ってるんで結構こう海とかね汽水域川の河口の汽水域にいるうなぎが比較的多いです。で川にいる子たちは口細っていってもっとね口の形が細い形になりやすいんで、この口を見たりとかお腹の色を見たりとかしてうなぎをね見極めていってもらったらいいんじゃないかなと思います。じゃあね早速ちょっとさばいていきたいなと思いますけど、最初うなぎの頭を落としてでまだこの状態生きてるんで神経締めしていきます。でうなぎは他の魚に比べるとかなりねこう神経の穴が細いんで普通の神経締めのワイヤーだとちょっと入らないと思うんで、もうこれはねギターの線を使ってます。ピアノとかギターの線とかちょっとね小さめのこれ 0.1 ミリの小さめのねワイヤーでこのね背骨の上のところにね落とすね穴が見えると思うんで、ここの穴のところにここですね、この白っぽいのがねここが背骨なんで、その背骨の上にね神経があるんで、この神経の穴にワイヤーを落としていくとこのうなぎの動きがね神経締めでこう止まってくるんで、これをやらないで生きたままね素早くねさばいていくのもいいんですけど、必ず神経締めした方が魚には負担がかかりづらいんで、これは絶対やった方がいいかなと思います。もう一匹もねやっていきますけど、これ何度かしっかりとワイヤー上下にしてあげた方が神経しっかりと潰せます。で次にこの天然のうなぎこれ今日1キロぐらいのサイズなんでちょっと寝かせたいんでこのね表面のねぬめりを取っていきます。でぬめりを直接焼いた方が美味しいっていう職人さんもいますけど、もううちの場合はちょっと3日から長かったら1週間ぐらい寝かせる時にこのぬめりを取らないとね腐敗の原因になってしまうんで、これは必ず取ってもらうんで、このお湯の温度としては大体65度前後、これにね通してあげるとうなぎがねこう白く白濁してくるんで、ちょっとね表面が白っぽくなってきたらぬめりがねしっかり取れるんでね、この間も OK。 そしたら氷水につけてください。そしたらこの表面のぬめりはこのね包丁とかたわし使ってこんな感じでね取れていくんで、きれいにねぬめり取っていきますね。昔のね江戸前の
うなぎなんかは3立てって言ってさばきたて蒸したて焼きたてっていうのがすごくね重宝されたんですけど、あれはやっぱねこう冷蔵庫がなかったんでね、特にうなぎはね鮮度がすごい大事だったと思うんですけど、今はねやっぱり寝かせるっていう技法があるんで、さばきたて焼きたてでもいいんだけど、ちょっとね寝かせた方が絶対うなぎのね旨味がアップするんで、是非ね寝かせてみてください。もう一匹もやっていきますね。ぬめりがすごい取れると思うんで。今はねこのぬめり取るねこう専用のね輪っかみたいな機械もあるんで、それ使ってもらっても早いと思いますし、この仕込み用にたわしを1個洗い物とは別にねたわしを1個使ってもらっても早いかなと思います。今日はちょっと包丁で取っていきたいなと思うんで、このねヒレ周りにすごいね一番ぬめり気が取れづらいところがあるんで、この辺はちょっとしっかりと掃除していきたいなと思います。My name is Norihito Endo, and this channel is showing about Japanese sushi cultures and how to cook proper sushi. So please subscribe to this channel, and I promise I'll keep up loading videos about such cultures. If you are in Tokyo, please visit us, and you can find all the information from website. So see you in Ebisu. Thank you. You can find us by searching Ebisu Endo. Thank you.